皆さんこんにちは。今回は知る人ぞ知る日本の超優秀な高等教育機関、高等専門学校、通称高専のその先にある専攻科についてとことん深掘りしていきたいと思います。こんにちは。高専の本科5年間だけでもめちゃくちゃ専門的で面白いのに、その後に続く専攻科という2年間の教育課程には、実はマスメディアが絶対に報道しないようなとんでもなく魅力的な真実や戦略的なキャリアパスが隠されているんですよね。そうなんだよね。一般的には高専を卒業したらすぐに就職するっていうイメージが強いかもしれないけれど、今の時代、高度な技術者を目指して専攻科に進学する道がすごく注目されているんだ。今回の解説では、専攻科の法的な位置づけから学位取得の裏側、入試の過酷な定量基準、地域による倍率の二極化、さらには超最先端の半導体教育や大学編入との徹底比較まで、レポートのデータをもとに完全解説していきます。動画の最後まで見れば、高専専攻科がいかにコスパ最強かつ最先端のキャリアブースターであるかがバッチリ理解いただけると思います。視聴者の皆様、ぜひリラックスしながら、ケンジさんと私のテンポのいい対談を楽しんでいってくださいね。それじゃあ美咲ちゃん、早速この高専専攻科の世界へと飛び込んでいこうか。はい、ワクワクしますね。まずは全体像から押さえていきましょう。さて、まずは今回の解説全体の地図となるエグゼクティブサマリーからお届けします。このレポートには実は驚くべき発見がいくつも散りばめられているんですよね。そうなんだ。まず第一の発見は、専攻科を修了すると4年生大学の卒業生と同じ学士の学位が取得できて、そのまま大学院の修士課程に進学できる資格が得られるという法的な裏付けだね。しかもそれを支える特例適用専攻科という制度が学生の学位申請手続きを劇的に簡素化しているんだ。第2の発見は、入学選抜における驚きの科学的数理的スクリーニングです。東京高専などの事例を見ると、単なる内申点だけでなく、数式を用いた非常に厳格なクラス順位評価や TOEIC のスコア制限などが導入されていて、極めて優秀な層を選抜するシステムが構築されています。そして第3の発見が、地域や学部における志願倍率の極端な二極化だね。関東や都市部、それにデジタル IT 系の学科では倍率が3倍を超えるような超難関になっている一方で、地方高専や特定分野では定員割れが生じているという非常にリアルな状況がレポートから浮かび上がっている。第4の発見は、教育内容の圧倒的な先鋭化です。単一分野にとどまらない融合複合型システム工学や茨城高専などが進める主専攻副専攻制度、さらに長期有給のコーオップ教育、そして国策である次世代半導体人材育成など、大学を凌駕するような実践的プログラムがこれだけがと詰め込まれています。最後に第5の発見が、大学編入ルートとの徹底比較からわかる圧倒的な経済的学術的アドバンテージだ。学費は大学編入の半額以下、研究は本科から3、4年間同じテーマを継続できるという、まさに知る人ぞ知る最強の近道になっている。これらの詳細な発見について、ここから一つずつ詳しく解説していくよ。どこを聞いても目から鱗ばかりですね。それでは、より深い学論の世界に入っていきましょう。まずは高専専攻科が法律的にどういう位置づけにあって、どうやって大卒と同じ資格を得るのかという基本にして最重要な部分を説明しよう。高専の本科は5年間、商専学科は5年半の一貫教育ですよね。それだけでも十分に実践的で専門的な知識が身につくのですが、専攻科はその上にさらに2年間をかけて、その専門性を極限まで進化、高度化させるために設置された高等教育機関なんです。国立高等専門学校機構の公式案内でも、この2年間の上乗せ教育の重要性がはっきりと語られています。最大のポイントは、この専攻科を修了した学生には、4年生大学の卒業生と同様に学士の学位を取得する道が開かれていることなんだ。これによって社会的な評価も法的な位置づけも完全に大卒と同等になる。当然大学院の修士課程を受験して進学する資格も得られるんだよ。でも高専自体は大学ではないので、高専が直接学士工学などの学位を出すことは法律上できないんですよね。そうなんだ。そこが面白い仕組みでね。学位の授与は独立標準法人大学改革支援学位授与機構という公的な専門機関への審査と審査を通じて行われるんだ。この学位授与機構の説明会資料やガイドラインによると、学生は必要な単位を積み上げ、さらに自分の研究成果である論文などを提出して審査を受けることになる。これによって大学卒業と同等の厳格な質が国レベルで保証されているわけだね。なるほど。国がその質をしっかりと審査してお墨付きを与えるからこそ、大卒と同等の社会的地位や大学院進学資格が担保されるんですね。学位の取得については、
かつてと今とでその手続きの難易度が大きく変わってきているとレポートに書かれていますね。その通り。昔は専攻科を修了した後に学生が個人で習得単位や学習成果である学術論文などをまとめて学位授与機構に個別に応募し、筆記試験や面接審査を受ける積み上げ型の申請方式がメインだったんだ。これは学生個人にとってものすごい書類作成の負担とプレッシャーだったんだよ。学位授与機構の特例の適用にかかる Q&A を読むと、その負担を軽減するために導入されたのが特例適用専攻科という超画期的な制度なんですよね。そうなんだ。今ではほとんどの国公立高専の専攻科がこの特例適用専攻科の認定を学位授与機構から受けている。この制度では専攻科の最終学年に学習総まとめ科目という授業が用意されていてね。授業の中で自分の研究成果を論文やプレゼンテーションとして体系的にまとめ上げるわけですね。その通り。そしてその学習成果に基づいて在籍している高専が組織的に学内審査を行い、一括して学位授与機構に学位の申請手続きを行うんだ。これにより学生個人が膨大な書類と格闘して個別申請する負担が劇的に軽減される。学校の正規のカリキュラム内で質保証のプロセスがスムーズに完了する仕組みなんだよ。学生にとっては研究と勉強に集中できる素晴らしいシステムですし、教育の質も教育課程の中で組織的に保障されるというまさに一石二鳥のシステムですね。ただしこの特例適用専攻科の素晴らしい恩恵を誰もが 100% 自動的に受けられるわけではないという非常にリアルなリスクについてもレポートは警告しているんだ。そうなんですか？どんな場合にリスクが生じるんでしょうか？それはね、自分が卒業した本科とは異なる高専の専攻科へ外部受験して入学する場合なんだ。いわゆる他高専からの専攻科進学だね。東京高専の他高専から専攻科に入学を考えている学生の皆様へのという公式アナウンスでもこの点について注意喚起がなされていますよね。その通り、出身高専の学科で履修した科目と進学先となる他高専の専攻科が学位授与機構に届け出をしている認定科目表との間に不一致やズレが生じることがあるんだ。高専によってカリキュラムの名前や内容、単位数の割り振りが少しずつ異なるからね。そうなるとせっかく本科で取った単位が進学先の専攻科のシステム上でうまく読み替え、互換されない可能性があるわけですね。まさにそこが罠なんだ。もし単位の互換性が十分に確保できないと判断された場合、なんとその学生は特例適用専攻科の対象外になってしまう。つまり昔ながらの個人での積み上げ型学位申請方式に逆戻りして、自分で学位授与機構に個別申請しなければならなくなるんだよ。それは大変です。だからこそ他高専の専攻科を受験する際には、事前に出身校と進学校の間で履修科目の付き合わせを行い、極めて厳密な確認手続きと事前調整を行う必要があるんですね。高専が特例適用専攻科としての認可を受けるためのプロセスも驚くほど厳格に設計されているそうですね。学位授与機構の特例の適用にかかる Q&A や文部科学省の資料を読み解くと、新設された専攻区分や新しく作られた学科に対応する専攻科がいきなり特例適用になることはできないんだ。すぐに一括申請の対象にはなれないんですか？そうなんだよ。ある専攻区分において特例適用の認可を受けるためには、それまでに通常の学位授与申請、つまり個人申請方式による合格実績をしっかりと積み重ねていることが必要条件になるんだ。つまり、まずは自力で個人申請して合格できる優秀な修了生を何人も輩出しなさい。その実績があって初めて学校一括の特例適用を認めてあげますよという厳しいルールなんですね。まさにその通り。もし新しい専攻分野を追加したい場合は、まず通常申請での合格実績を確立した上で、学位授与機構に対して特例適用専攻科の変更届出を行い、追加の認可を得るというプロセスを踏め、これが学位の価値を下げないための日本の高等教育における厳格な質保証のスキームなんだね。なるほど。ただの事務的な手続きではなく、教育の質と修了生のレベルが担保されているからこそ、社会的にも強く信頼される学位になるわけですね。ここからは専攻科にどうやって入るのかという選抜のメカニズムについて見ていきましょう。まず入学資格だけど、これは高専本科を卒業した人、または卒業見込みの人だけでなく、短期大学の卒業者や学校教育法に基づく一定の要件を満たした専門学校、専修学校専門課程の修了者にも与えられているんだ。沼津高専の募集案内などを見ても、文句は意外と広く開かれていることがわかる。そして実際の選抜方法ですが、大きく分けると、推薦による選抜、推薦選抜と、学力による選抜、学力選抜の2つですね。そうだね。
推薦選抜は日頃の学問への取り組みや人罰評価を重視するもので、学力選抜は筆記試験を中心に評価するものだ。アドミッションポリシー、つまり求める学生像に基づいて、多角的な評価軸から志願者の資質や意欲を見極めているんだよ。中でも推薦選抜については、高専特有の非常にユニークで、かつ極めてシビアなスクリーニング方法が存在するんですよね。そうなんだよ。これが普通の中学校から高校、あるいは高校から大学への進学とは全く異なる、高専ならではの理系の全開の選抜システムなんだ。その具体的な中身について次のパートで詳しく解説しよう。東京高専の選考加入試概要を調べると、推薦選抜の出願基準に驚くべき数理的な数式が使われているのがわかります。そうなんだ。推薦出願の資格があるかどうかを判定するために、本科1年から4年までの各学年におけるクラス順位とクラス人数から評価点 S を算出するシステムが導入されているんだよ。その具体的な数式がこちらですね。ここで R はクラスの順位、N はクラスの総人数を表している。例えば40人のクラスで1位だった場合、そして東京高専の基準では、本科1年から4年までの各評価点 S の平均値が50以上でなければ推薦出願すらできないとなっています。それだけじゃないんだよ。さらに選抜日から遡って2年以内に実施された TOEIC リスニング&リーディング公開テストにおいて、なんと400点以上のスコアを取得していることが義務付けられている。クラス順位による厳格な数学的スクリーニングに加えて、グローバル時代に対応できる英語力も同時に客観的な数値で証明しなければならないんですね。これぞまさに超エリート技術者を選抜するための登竜門と言えます。こうした厳しい定量的な基準をクリアした上で、さらに推薦選抜の合否を決定づけるのが面接や口頭試問なんだ。推薦書や調査書、内申点が優れているのは大前提として、実際の面接の場では技術者としての積極性やコミュニケーション能力、論理的思考力、そして学習意欲といった多面的な資質が厳しく問われます。だから受験生は不意の質問にも的確に対処できるように模擬面接を重ねたり、自己 PR や志望動機を完璧に明確化したりと周到な準備が要求されるんだよ。呉高専の選考加入試の事例を見ると、その厳格さがさらに際立っていますよね。そうなんだ。呉高専の推薦選抜では調査書が200点満点、そして面接が200点満点の合計400点満点という等価配点を行っている。さらにこの面接の中には専門科目に関する口頭試問が組み込まれているんだ。口頭試問ということは、面接官の前で黒板や紙を使って専門的な技術問題や数学の解法をその場で説明されられたりするわけですね。まさにその通り。単にやる気がありますという精神論だけでは絶対に合格できず、これまで本科5年間で培ってきた実学的な素養が本物かどうかをプロの教員たちがリアルタイムで見極める。これが高専選考科入試のクオリティなんだね。でもそれだけ厳しい推薦入試ですから、当然不合格になってしまう非常に優秀な学生も出てきますよね。そうなんだ。でも高専側も優秀な志願者を逃したくない。そこでいくつかの高専では受験生の負担を和らげ、挑戦しやすくするための素晴らしい工夫をしているんだよ。長岡高専の入試 Q&A に書かれている自動移行システムがまさにその代表例ですね。その通り。長岡高専の選考加入試では、万が一推薦選抜で不合格となってしまった場合でも、追加の申請手続きやもう一度検定料を支払うといった経済的負担なしに、自動的に学力選抜、筆記主体の選抜に移行して再挑戦できるシステムが構築されているんだ。これは受験生にとって精神的にも肉体的にも、そしてお財布的にも本当にありがたい配慮ですね。推薦選抜は合格したら必ず入学することが前提の洗顔だから、大学編入試験と併願したい学生は慎重になる必要がある。だけど、こうした再挑戦のセーフティーネットがあることで、学生は安心して高専選考科への挑戦を決断できる。優秀な人材を学内に留め、さらに外部からの意欲ある学生を呼び込むための非常に戦略的で優しい工夫だと言えるね。さて、ここからは高専選考科を取り巻く受験市場のリアルに迫っていきます。全国には現在国立51校、公立3校、私立4校の計58校の高専が設置されていて、そのほとんどに専攻科が設置されている。受験生の大部分は同じ高専の本科からの内部進学者だけど、近年その入試の難易度や倍率に大きな異変が起きているんだ。レポートに掲載されている全国の志願倍率のデータを分析すると、大都市圏への立地、特定分野、特にデジタル IT 分野の人気、そして公立化国立化という要素によって顕著な二極化が進んでいることがわかります。そうなんだ。例えば関東甲信越ブロックをはじめとする都市部の高専、特に東京高専の情報工学科の IT 系分野では、推薦選抜、学力選抜を合わせた志願倍率が3倍を超えるような信じられないほどの激戦区になっている。
さらに公立高専である神戸市立高専や大阪公立大学高専なども都市部のアクセスの良さやリーズナブルな学費、そして強固な研究設備が評価されて毎年極めて高い競争率を維持しています。表を見るとわかるけれど、近畿の神戸市立高専は推薦倍率 2.25 倍、学力倍率 2.78 倍、中国地方の米高専でも学力選抜倍率が 3.34 倍に達している。このように人気のある都市部や情報系の専攻科は難題程の努力では入れない超難関校へと変貌しているんだよ。その一方で、地方の高専や特定の専門雑貨においては少し厳しい現実も見えてきているようですね。そうなんだ。一部の地方高専や商専系学科、あるいは複合工学の非常にニッチな特定分野などでは、推薦学力の両方で志願倍率が 1.0 倍を下回る、つまり定員割れを繰り返しているケースが報告されている。同じ高専専攻科でありながら、地域や分野によって難易度に非常に大きなギャップが生じているんですね。茨城高専の年次報告書の中にも、志願倍率が 1.4 倍まで下落した際に、優秀な人材を獲得するために広報活動の戦略的な見直しと積極的な情報発信の強化が必要不可欠であると課題が明記されているんだ。高専の教育の質がいくら高くても、ただ待っているだけでは今の時代、志願者は集まらないということですね。市場に適合した積極的なアプローチやアピールが必要になっている。その通り。だからこそ各高専は口述するような独自のカリキュラムや最先端の産業界と結びついた魅力的なプログラムを打ち出して受験生を引きつける努力を続けているんだね。ところで源氏さん、高専というとどうしても男ばかりのむさ苦しい世界というイメージを持たれがちですが、最近はそのあたりはどうなんでしょうか？ははは、確かに昔はそういうイメージが強かったよね。でも現在の高専を受けるジェンダーダイバーシティ、男女共闘参画は劇的に変わりつつあるんだ。統計データを見ると、全高専における女子学生の比率は全体平均で約 15% ですが、物質工学系や科学バイオ系、情報デザイン系などの学科に限ると、女子学生が 30% を超えるクラスも珍しくなってきています。そして専攻科においても同様に女子学生の比率が増えており、それに伴って高専側もハード面、つまり教育生活環境のアップデートを非ピッチで進めているんだよ。東京高専の椚田寮などの事例が有名ですね。個室スペースのセキュリティを強化したり、女子学生が快適に過ごせる女子寮の設備を最優先でリニューアルしています。そうした配慮がなされることで、女子学生が安心して高度な研究開発に没頭できるようになり、学会発表や特別研究で大活躍する好循環が生まれているんだ。多様な視点が入ることで、研究そのものの幅も格段に広がっているんだよ。環境整備という点では、高専は多くの外国人留学生も受け入れている。ただ、彼らの進路決定プロセスには、日本特有の少し複雑な構造的課題があるんだよ。留学生の進路ですね。日本学生支援機構ジャストの調査などを読むと、高専本科に在籍している極めて優秀な留学生の多くは、専攻科ではなく、国立大学の3年次編入を選択する傾向が非常に強いと指摘されています。そうなんだ。高専専攻科の教育内容は大学の学部と比べても全く遜色ないどころか、実験設備や教員一人当たりの学生数で言えば大学以上の場合も多い。それなのになぜ留学生は大学編入を選びたがると思う？やっぱり大学という名前のブランド力でしょうか。それもあるけれど、実はもっと根本的な国内法上の制約があるんだ。専攻科は学位授与機構を経由して学士を取得する仕組みだよね。高専という機関が直接的に学位を授与できないため、留学生の母国の政府や留学支援機関から本当に大学と同等の学士なのかと十分に認識されないリスクが懸念されているんだよ。国費留学生の奨学金の継続手続きや帰国後の就職時に学位授与機構経由の学位だと本国の官庁に説明するのが非常に難しい場合があるんですね。その通り、この法的の認識のギャップが優秀な留学生が専攻科進学をためらい、確実な大学の卒業証書が得られる国立大学3年次編入へと流れてしまう大きな一因になっているんだ。これは今後の高専制度の国際化に向けて解決すべき大きな課題だね。ここからはそんな様々な課題を抱えつつも専攻科が持つ圧倒的なアカデミックな強みについて語り尽くしましょう。よし、来たね。専攻科をめぐる最大かつ最強の優位性は何といっても研究の継続性だ。これこそが大学編入に対する最大のリードですよね。高専本科の5年次で行う卒業研究のテーマをそのまま引き継ぎ、専攻科の2年間で行う特別研究へと最大 3,4 年間にわたって一貫してかつ発展的に研究を推進できるんです。これが大学3年生に編入した学生だとどうなるか。新しい大学の環境に慣れ、新しい指導教員や研究室のメンバーと人間関係を築き、全く新しい研究テーマに適応するまでにどうしても半年から1年のタイムロスが生じてしまう。そうなんですよね。
最初の1年間は大学独自の卒業要件単位を消化するための講義履修に追われてしまって、実質的に研究に集中できるのは4年時の1年間だけというケースが非常に多いです。対して専攻科進学者は進学初年度本科から通算する6年目の4月の時点ですでに実験スキルも分析ノウハウも指導教員との信頼関係も完璧に仕上がっている。だからすぐに国際会議での発表準備に入ったり、学術論文を執筆したり、特許出願に踏み切ったりといった大学院生レベルの高度な知的成果をハイスピードで創出できるんだ。東京高専の特別研究の紹介を見ても、この圧倒的なスピード感と実績が就職活動やその後の大学院進学の際に実学的な研究開発能力の証明としてどれほど強力に機能するかがよくわかります。さらにカリキュラムそのものも時代に合わせてものすごく先鋭化しているんですよね。今の社会課題は一つの専門分野だけで解決できるものはほとんどないからね。そこで多くの専攻科が導入しているのが融合・複合型システム工学教育なんだ。舞鶴高専のカリキュラム体系などが非常にわかりやすい例ですね。機械工学や電気電子、情報といった個別のセクター、縦割りに閉じこもるのではなく、システム全体の最適化を図るための統合設計技術やマルチフィジックス解析といった高度な専門共通科目が必修となっています。そしてさらにそれを発展させたのが茨城高専などで実施されている主専攻・副専攻ダブルメジャー制度だね。主専攻・副専攻制度、これはどういう仕組みなんですか？学生は自分のベースとなる主専攻、例えば科学生物系を学びつつ、それとは全く異なる副専攻、例えば情報系をもう一つ選択して学ぶんだ。あるいは英語で技術を学ぶグローバル系を副専攻にすることもできる。ということは、バイオテクノロジーを研究しながら AI やデータサイエンスを駆使して新材料を開発するマテリアルズインフォマティクスの専門家や、機械工学の確かな基礎を持ちながら英語でのグローバルなチーム開発ができるエンジニアがシームレスに育つわけですね。まさにその通り。単なる専門バカではない現代のハイテク産業が最も欲しがっているマルチタレントな次世代人材がこのシステムから育成されているんだよ。次にご紹介するのが高専独自の超強力な産業連携モデルコーオープ教育と今大注目の半導体人材教育です。コーオープ教育は従来の 1,2 週間程度で行うただの企業見学みたいな短期インターンシップとは全く別物なんだ。比較表を見ると一目瞭然ですね。実習期間は約2ヶ月以上の長期間。そして最大の特徴は企業から有給、正当な労働対価としての給与が支払われるという点です。さらに学校と企業が共同で教育プログラムを作り正規の単位として認定されます。民間企業出身の教員が 30% 以上を占め、業界の最前線と直結している高専だからこそ、こうした本格的な長期有給実習のマッチングが可能なんだね。学生は現場で自分の知識の足りなさを痛感し、学校に戻ってからの特別研究へのモチベーションを爆発させるんだ。そして今、国家的な大号令の下で進められているのが、高専機構のコンパス5ポイントに基づく次世代半導体人材育成ですね。そうだね。北海道のラピダス設立に伴い、旭川、釧路、苫小牧、函館の4高専が共同で半導体人材育成連携推進室を設立。佐世保高専ではなんと超高額なミニマルファブの実機を導入して学生が自らモスフェットデバイスを作成するアジャイルな実習環境を整備している。さらに熊本高専は九州機区のハブとしてクリーンルームを刷新し、産業界を巻き込んだ大交流会を主催しているんだ。設計から製造プロセス、回路設計、デバイス評価までサプライチェーン全体を俯瞰できる価値創造系のコア人材を高専が一丸となって育成しています。この国の産業を支えるラストリゾートとして高専専攻科が機能しているんですね。教育の質を世界基準で保障するために多くの高専専攻科が長年導入してきたのが日本技術者教育認定機構 JABE の認定プログラムだ。JABE のプログラムを修了すると、なんと国家資格である技術士の第一次試験が免除されて、登録するだけで修習技術者、技術資本になれるんですよね。そうなんだ。ただこの JABE の審査基準は極めて緻密で厳格だ。舞鶴高専の総合システム工学プログラムの例を見ても、学位事業機構による学種取得、124単位以上の関連科目習得、専攻科で62単位以上の確実な積み上げ、そして学校独自の到達目標を全てクリアすることが求められる。でもケンジさん、最近ニュースで東京高専や奈良高専などがこの JABE プログラムの更新を取りやめたり廃止したりしているという話を聞いたのですが。お、鋭いね。実はそこに高専側の非常に戦略的な決断があるんだ。JABE を維持するためには膨大な自己点検書類の作成や英部機関による細かすぎるルールへの対応に教員の多大な時間と労力が奪われてしまう。
せっかくのカリキュラムの柔軟性や、さっき言ったような半導体などの新しい新技術教育を迅速に取り入れるための障壁になってしまっていたんですね。その通り、東京高専や奈良高専は、ジャベイと同等の厳しい独自の教育水準は維持しつつ、特例適用専攻科による学位授与機構の二重チェックや、機関別認証評価といった別の公的対差者評価を活用することで、国際通用性を十分に担保できると判断したんだ。これは、英部の肩書きに頼るのをやめ、自律的な内部質保証システムへと進化を遂げた戦略的撤退として高く評価されているんだよ。それではここから進路に悩む多くの高専生にとって最も知りたい情報である3つのルートの徹底比較を単位、研究、生活の観点から深掘りしていきましょう。比較するのは専攻科進学、豊橋長岡技術科学大学技科大への3年次編入、そして難関国立総合大学への3年次編入の3つだ。まず単位認定ですが、ここは進学後の学業の忙しさに直結する最重要ポイントですね。専攻科進学なら同じ学校の内部進学だから 100% 単位が整合していてロスはゼロ。技科大も高専生を受け入れる前提で作られた大学だから、高専のコアカリキュラムと連動して専門科目の大半が一括で大量認定される。だから3年生のだけの履修スケジュールにはかなりの余裕があるんだ。でもこれが一般の総合国立大学だと、編入生はごく一部のマイノリティなので、高専で習得した単位があまり認められず、30、40単位程度しか認定されることがよくあるんですよね。そうなんだ。その結果、3年生の編入直後から他の1年生や2年生が取るような基礎教養科目を朝から晩までギチギチに履修される編入ショック超過密時間割が起きる。最悪の場合、単位認定の関係で2年次編入に落とされるケースすらあるんだよ。次に研究環境と生活コミュニティの適用についてはいかがですか？研究の継続性はやはり専攻科が圧倒的だけど、大規模総合大学や技科大にはスーパーコンピューターやクリーンルームといった地方高専の規模では絶対に手に入らない圧倒的な研究予算と設備がある。また人間関係の面では専攻科は現状維持で変化が少ない。一方で技科大は全国からレポート地獄を耐え抜いた同じ高専出身の仲間が集まるからすぐに馴染める。総合大学はマイノリティとして孤立するリスクがあるけれど、文系や芸術、医学といった多様な背景を持つ同世代と交流できるため、社会的視野を決定的に広げる自己革新の機会としては最高なんだ。最後に最もシビアで保護者の皆様も非常に気になるお金、経済的負担と公的な支援制度について解説して、この動画をまとめていきましょう。実は高専専攻科への進学は国公立大学へ編入するルートと比較しても圧倒的な経済的最適解なんだよ。国立高専専攻科の授業料は年間23万4600円です。これに対して国立大学の標準授業料は年間53万5800円ですから、なんと年間で30万円以上、2年間で約60万円もの実質的な教育費の差が生まれます。さらに入学料も国立大学編入時の28万2000円に対して専攻科はわずか8万4600円だ。内部進学者の入学金免除規定がある高専なら実質初期費用はゼロ。さらに本科時代から慣れ親しんだ学生寮をそのまま継続利用できれば、都市部での一人暮らしにかかる敷金礼金や毎月の莫大な仕送り費用を完全にカットして、年間58万から59万円程度で全ての生活費を納めることができるんだ。そして公的支援金も非常に手厚いですね。本科1年3年までは高校等就学支援金で実質無償。本科4年から5年と専攻科段階からは高等教育の就学支援新制度へとシームレスに移行し、世帯年収に応じた授業料減免と給付型奨学金が適用されます。さらに令和7年度以降に拡充された多子世帯無償化制度によって、扶養する子供が3人以上いる世帯であれば、なんと所得制限なしで大学や高専専攻科の授業料が全額無償化されるんだよ。条件に合致すれば、高専本科から専攻科を修了するまでの通算7年間にわたり、授業料自己負担を限りなくゼロに近づけることができるんですね。まさに国が用意した最強のキャリア形成システムです。その通り。高専専攻科は高専生が自律的かつ極めてコストで学士大卒の学位を手に入れ、東証プライム企業への無敵の推奨就職ルートを維持しつつ、難関大学院へのファストトラック金道を切り開くための究極のキャリア装置なんだ。視聴者の皆様いかがでしたでしょうか。ご自身のキャリアプランや経済的要件をぜひ総合的に精査して、自分にとって最適な戦略的ルートを主体的に選択してくださいね。それでは今回の解説はここまでとなります。皆様ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。